はい、Q&A の時間がやってまいりました。ひまちゃんがこうやってやってくれたの絶対ありがちに言ってくれたの。ガチって見捨てたらもう誰もサポートしてくれないじゃん。女性として扱われたいはい、毎月第3水曜日 Q&A です。で、今日のリップは RMK のリクイドリップカラー06アラモアナモーブです。というわけでちょっと画角がここ今日切れちゃうんですけど、撮っていこうと思います。で、皆さん本当に質問いつもありがとうございます。で、なんか100万回質問送ってるんだけど選ばれないみたいなのも来てるのよね。その子の選ばない。じゃあ早速30分タイマーをかけて Q&A やっていきます。スタート。はい、1個目ね、あさみちゃんから、私の仲良しの小竹あさみちゃんから質問が来てます。次の夢は何ですか、理想像を教えてということなんですけど、ありがとうあさみちゃん、質問を送ってくれて。多分私がフィグを辞めたっていうのもあって、次何するのかなって気になってくれてる子もすごい、周りにもすごく聞かれるんだけど多くって、洋服に関してはまだ今すぐ動こうとかは思ってなくて、いずれ自分のブランドをまたやりたいなーみたいなのも思うけど、やっぱり今フィグも続いてるし、それで早見のことを応援してるし、自分で今からすぐやるっていうことは特に考えてはないんだけど、ゆくゆくはやりたいな、洋服またやりたいなとは思ってて、やっぱ好きだから自分のパッションだし、ただなんていうんだろう、マルキューブランドとかってやっぱちょっとファストファッションっぽいところが正直あって、もう毎週新作、はい、これ来ました、次のシーズンっていうこの追われることがやっぱりもう結構しんどい部分もあったり、時代にもちょっと合ってない部分もあるかなって思うので、スローファッションまではいかないけど、型数とかも少なくして本当にこだわって価格帯も少し上げて、こう30代になって自分が表現できるブランドとかをやっていけたらいいなっていうのはゆくゆくねっていうのは思ってるのと、あとは、私が京都でルート2ホテルをプロデュースしたんだけど、そういう空間プロデュース業がやっぱめちゃくちゃ楽しくて、で私すごい海外に行くことが多いですごいいろんなインプットがあるんだけど、そのアウトプット先が今までは洋服だったり音楽だったり DJ でとかっていうのだったんだけど、そういう空間とか場所とかのプロデュースをもっとやっていきたくて、だから空間プロデュースのお仕事はやりたいなって思ってて、で今もそれこそルート2とかあと宮古島とかもやったりとか実はしてて、空間プロデュースをやっていきたいなって思ってるんだけど、その空間プロデュースに必要なことってもちろんセンスとかデザインとか感覚もそうなんだけど、それ以外にもやっぱ基礎的なインテリアデザインの知識がある方がクライアントさんとかにも自分でもピッチしやすいし、こうお仕事が来た時にこうより安心して任せてもらえるかなっていうのもあって、セントマーチンのオンラインコースを取ろうかなって、イギリスのね大学のオンラインコース取ろうかなとかも思ってて、今その空間デザインっていうとスペーシャルデザインになっちゃうんだけど、インテリアデザインもイコールだとなのね、英語だと。だからインテリアデザインとかのコースとかをちょっと取って、別に資格がうんぬんとかじゃないから、それってだから、あとテーブルコーディネートとかもめちゃくちゃ興味あるし、なんかそういうのをちょっと勉強、楽しく学びすぎると多分表現に幅がかかって、これすごい私あさみちゃんの質問に4分答えてる幅ができちゃうので、学びすぎずただ基礎の知識を入れるみたいな感じでちょっとやりたいなって思ってて、でもこれからのことはやりたいことがいっぱいあるから逆に一つに絞れてないんだけど、でもそれが私だし、いろいろまた表現のプラットフォームを変えてやっていきたいなって思ってるよ、あさみちゃん。次じゃあ最初の方に行きましょう。20のライブの感想を教えてくださいと、一番好きな曲知りたいですっていうのが別々の方から来てるんだけど、20のライブ2回行ったのね。で1回目はうちさ、結成した20プロ終わった日からファンクラブ入ってるのね、ダブル会員なのに、スタンドの結構もう後ろの方の、スタンド1階は1階だったんだけど全然良くない席で、でもライブがある時にダブル会員になった友達が前から2列目だったの。それってちょっと運営さんどう思いますって、そんなの AI がやってるだろうし、別にどうしようもないんだろうけどさ、私はさ毎月お金払ってさ、別にお金がどうこうってわけじゃないけどさ、こんだけさ一生懸命サポートしてるのにさ、こんな後ろの方なんかいみたいな感じだったんだけど、TWICE とかアメリカだとさ自分で席選べるから早いもん勝ちみたいな感じだけど、日本はもちろんそうはいかないので、2回目はスタンドのこう花道ありますステージ、こっちがメインステージ、花道先端みたいな、ここら辺のスタンドの一番前だったの。
だからすごくよく見えて、けど眼鏡かけないとさすがにやっぱり私見えなかったんだけど、でリマちゃんにこうやってやったら、リマちゃんがこうやってやってくれたら絶対に私にやってくれたの。もう100私にやってくれたの。周りの人たちやってなかったから。でと思って、でその後マネージャーの娘さんが今3年生でこうやってずっとやってたのね。で一緒にやって、こうやってやろうとか言ってやってたら、まゆかちゃんとりおちゃんがこうやってその子にねやってくれて、私も隣にいたからもう視線もらいましたみたいなだったんだけど、それですごい嬉しくて、で正直なんか気持ちがちょっと TWICE に寄りすぎてて、NiziUちゃんのライブもサクッと行ってみようぐらいの気持ちでいたんだけど、しっかりハートをもらっちゃって、ドームも応募しました。で一番好きな曲はナインカラーズだね。やっぱり彼女たちの歌唱力がしっかり出てるし、やっぱみんなそれぞれ実力がある子たちだから、しっかり歌いながら踊るキャピキャピみたいなのももちろん可愛いんだけど、ナインカラーズが私は好きです。いつもどんなところでお洋服を買ってますか？好きなブランドや通販サイトあれば教えてほしいです。最近ちょっとお洋服を買い始めてて、秋服を買ったものの紹介も今度ちょっと溜まってきたのでしようかなと思ってて、秋服のね。で私がよく買うお店は、オンラインストアはファーフェッチ、あとエッセンス、ハイブランド系だと、あとはアーバンアウトフィッターズ、リフォーメーション、ソースアンノーン、ルーブ、あと展示会とかだとビアバンダーすごく好きで、桃奈々ちゃんのブランド、あとシールムリンが好きでよく着ています。でソースアンノーンとかもあれ自社ブランドかと思ったら意外と全部韓国の引きで、3着買ったらそれ購入品紹介の時にまたやろうと思ってんだけど、3着ともタグ違くて全部韓国引きだったから、そうなんだと思って全然知らなくて、ヘイリーとかも着てんのね、ソースアンノーン。韓国引きブランドもやりたいなとか思って、なんかいろんなやりたいことがどんどん出てきちゃう思ってます。はい。アリサちゃんってハーフですか？違います。純日本人です。そうじゃん。前回の Q&A、ちょっと待って。これプラス前回の Q&A。これわかる。私は大人で地元が田舎で東京に住んでいるのですが、日本人の友達が東京でできません。外国人の友達しか増えなくて、大人になるともう日本人の人たちはすでに友達がたくさんいるようでなかなか仲良くなれません。しかし外国人の人たちはすぐに友達の友達を紹介してくれたりして仲良くなるんですが、どうしたら日本の友達、昨日は友達を見つけることができますか？確かに大人になる。でも飲みの場で知り合うけどね、飲みの場で。でもそれって結局日本人の友達がいて飲みに行ってだから、それででも結局正直もうおっしゃる通りで、私東京生まれ育ちじゃん。で若い時からずっと東京で遊んでて、共通の友達がいないってことはほぼないんだよね、誰と出会っても。特に私とかちょっと名前が知られてるから、逆に初めて会う人から誰々知ってるよねっていう風に言われるし、なんか話の流れであの時の誰々の誰々なんだみたいななるから、確かにもうつながってない人と会うのってそれこそ逆に外国人しかいないみたいな逆のことだよね、多分。だから外国人の友達から日本人の友達を紹介してもらうとか、あとはその地元が田舎っておっしゃってるんだけど、地元ら辺の子たちがもし東京にいるならそういう子たちから派生するとか、職場とか難しいね。確かに友達の作り方結構たまにこう質問とかで来るけど、やっぱり大人になると本当に難しいと思うよ。でも外国人の友達からつなげてもらうのが早いのかな、飲みに行ったりして、そういうところで。難しいね、すいません、全然答えに慣れてないかも。次、私は少し HSP 気味なところがあり、初対面の人はもちろんですが、どんなに仲のいい友人でも会った時優しくできていたかな、変なこと言ってなかったかなと不安になってしまいます。優しい人を見るたび私も優しい人になりたいなと思います。アリサさんにとって本当に優しい人はどんな人だと思いますか？ちょっとごめんなさい、 HSP が何なのか分かってないんだけど、多分不安症みたいな感じなのかな。でもすごい性格がいいんですねっていう気持ちなんだけど、優しくできていったかな、変なこともう本当に気にしなくていいよ。多分変なこと言ってたらもう仲良くなってないし、逆に気にしすぎると相手にも、気を使わせちゃうこともあるかもしれないから、なかなかねこれは難しいけど、優しい人を見るたびに私も優しい人になりたいって思ってるイコール、あなたは相当優しい心を持っておりますので、もうご心配なさらずっていう感じで、私にとって本当に優しい人は自分優位ではなくて相手の幸せを心から願ってくれたり、相手の立場に立って考えてくれる人はすごく優しい人だなって思うし、私も心がけてはいるけど、多分心の底からそれはできてないと思う。だから彼氏とかになって愛情ってなった時に
私で言うと私食いしん坊だから大好物が5個あって3個食べたいけど3個目あげるって優しい。すごいなんかすごい浅はかに聞こえるけど、私にとってはすごいなんかそれ大きなことなの。それをマイルズはしてくれるのね。それが優しさ食いもんかいみたいな感じだけど、ごめん、なんかもうそんなに重く捉えないでっていうのが逆に軽い発言になっちゃうんだけど、優しくなりたいって思ってる、すごい跳ねてる、思ってる時点であなたは優しい認定します、私が。なので自分にもね優しくしてあげて人付き合いしていってくれたらといいなと思います。入っていいよ。入って全然入っちゃって。はい、大丈夫。裸とかじゃなければ。これ違いますそっちだよ、大丈夫。あ、最近よくつけてる一粒ダイヤのネックレス知りたいです。今日はつけてないんだけど、多分これはマイルズが買ってくれたやつで、もう一個はめっちゃ脱ぐじゃんね、それしみだよ出してる、しみだよそこまで脱ぐと思わなく暗くなっちゃった一粒ダイヤのネックレスはブリジャールのモアサナイトのネックレスです。あーウケる。秋冬にしたいコーデ気になるアイテム、アームウォーマー、レッグウォーマーは多分やんないけど、ありがとう。そんな感じでアームウォーマーは展示会でつけてる。あとなんかフードだけのやつとか、あとはもう 100% デニムはローライズになったかな。 95% ローライズしか履いてないので、基本ローライズと、あとミュウミュウのミニスカ今年も来るし、今年は結構いろんなブランドがミュウミュウの真似みたいなミニスカ、プリーツミニスカを出してるので、ただ33歳足出せるかなみたいな部分があるんだけど、ミニスカはやりたいなって思ってます。日本で旅してきた中でおかわりしたい場所はどこですか？屋久島は絶対にまた行きたい。マジでよかった。もう将来子供とかできたらしばらく行けない、その山道苔とかを歩かなきゃいけないからってなると、結構体力があるうちに行かなきゃなっていう感じなので、屋久島はまた近々行きたいと思ってます。部屋の緑のソファーどこで購入しましたか？あれは IKEA です。でもね、もう廃盤だった気がする。確かなさそうです水着になってるあ、英語の質問が来てるけど、この方は YouTube で答えるって分かってるのかな。ちょっと英語でいきたいと思います。 How did you meet Miles? ということなんですけどWe met through mutual friends in LA for the first time, and I traveled with Ayano and Aya. Then my friend's boyfriend drove us for shopping, and then the guy, my friend's boyfriend, was kind of awkward to take care of us, and he invited Miles. Then I met Miles, but actually we met in Tokyo 2 weeks before. So I always said like, oh, I want a boyfriend, I want a boyfriend to like everybody. Then my friend remembered that. Then he was with Miles at the club, and I was gonna DJ for that club, and in front of the club my friend just told me like, oh, I have a guy who is really nice and really good for me, but he was taking care of the girl like who is really wasted. So my first impression was like, oh my god, I don't want to be involved with them. But yeah, in 2 weeks I met Miles in LA again, and oh my god, you're Vision no Mae no. Yeah, that's it. That's how we met. And so I went back to Japan and he went back to Tokyo, and we were connected on Facebook. And I messaged him or he messaged me, I don't remember that. But yeah, he came to see me DJing. Then we started kind of dating. そう、そんな感じでした。次、シールムリンでオーダーした商品が知りたいです。これもシールムリンでオーダーしました。なので、展示会のものはバラバラと届くから、購入品紹介の時に届いてるものを見せたいなって思います。ちいかわ好きですか？好きじゃないですいや、早見がちいかわ大好きで、だから結構ちいかわのもの見ると買って早見にあげてる。早見がちいかわ大好きなの。全然よくわかりません。可愛いとは思うけどって感じ。以前 YouTube で話してたおすすめのマッチングアプリを教えてほしいです。私が使ってたわけじゃないんだけど、友達が使ってて外国人の人が多いやつはバンブルってやつでした。
それでスワイプしたよ、私は。その友達のアプリでね、結構イケメンもいたし、なんか私があんだけ長い時間フリーで彼氏欲しい彼氏欲しい彼氏欲しいって、もうさっきもマイルズのなれさまで言ったんだけど、でもうあらゆる人に言ってたぐらいの彼氏の欲しさだった時代にアプリがあったら、もっとなんか楽しかっただろうなって。でもそうなってたらもしかしたらマイルズと出会ってないかもしれないから、全て怒るべきして怒ったと思ってるけど、でもアプリやりたかった。いいな、なんか女性として扱われたい、マジで。何の話ってウォーキングデッド見ましたか？パート3まだ出てないよね。でも私多分パート3が出ても最後の最後じゃん。多分ちょっと置いとく。実は This is Us も最終シーズン私見てないの。終わらせたくないんだよね。だから This is Us が一番好きなドラマで、もうウォーキングデッドも2番目ぐらいに好きで、もう終わっちゃうのは嫌なので、ちょっと溜めてます。自分が無価値な存在に感じた時の自分応援ワードを知りたいです。自分の味方は自分しかいない。自分がだから無価値って見捨てたらもう誰もサポートしてくれないじゃん。で応援ワードというか、自分の応援団、一番の応援団は自分だから、あと結局もう最初くるっと回って応援できる自分にならなきゃ自分も応援できないから、行動から改めて頑張れ自分っていう、だからもう私は自分の一番の応援団なので、もちろんだから自分で自分に恥じらせてしまうようなことは絶対にしないしっていう風に心がけてるかな。だから自分が誇れる自分でいることが大事なので、自分の味方は自分しかいないと思って大事に大事に愛してあげてください。私は20歳で幼少期から2個上の姉のことが世界で一番嫌いです。意地悪な姉のいる家はとても苦痛で、性格も真逆で小言を言ってきたり、優しさがみじんもない人間ですが、親に話してもこの辛さを分かってもらえず、それでもせっかく家族なんだから仲良くしてほしい的なことしか言われず理解してくれません。何歳になっても私に意地悪な嫌がらせをしてくる一番嫌いな人間が家にいることがとても苦痛です。大好きな親にさえも完全には理解してもらえず、とっても孤独な悩みです。いやこれきついね。彼氏の女兄弟とかだったらわかるけどさ、実の姉でなんかやきもちじゃん、嫉妬じゃん。けど幼少期からだもんね。でも2個でしょ。それがさ10歳とか離れてたら10年間一人っ子やってたのに、いきなり妹とかができて敵みたいなのあるかもしれないけど、2個だったら2歳とか記憶ないな。これ結構きついね。しかも親からしたら、それは親の気持ちはすごいわかる。親からしたらそんなこと言わないでさ、家族なんだしさって思っちゃうだろうし、親の望みは絶対姉妹が仲良くしてくれることだから。けどそんな精神的にきついんだったら、もう家族との集まりとかはもうじっと我慢するしかないけど、普段に関してはもう LINE とかもブロックしちゃったら別に。あとなんかうちのママが言うのは、兄弟だからって仲良くしたりする必要はないみたいな。親はその責任がある、子供を面倒見て育てる責任はあるけど、兄弟には何の責任もないってうちのママは言うのね。それがうちのママの考え方だから。でも親によっても考え方は違うと思うけど、逆に私はママに対してそんなこと言わないでよみたいな、兄弟だもんみたいな風に思うけどそれはさお兄ちゃんがいい人だからじゃん。だからね、それもう LINE ブロックだね。とりあえず会っていちいち言われるのとか超きついけども、それはもう親のためと思って我慢するしかないよね。すごい可愛い質問が来ました。ありさちゃんが一番美味しいと思うアイス、海外と日本の両方。はい、日本31のジャモカアーモンドファッジ一択以上あとピノとかスイカバーとかも好きだけど、31のジャモカアーモンドファッジは本当に神で、アメリカだとソルト&ストローのジャスミンミルクティーチョコレートチップみたいな、でも期間限定なんだけどそれが超美味しいの。私はアメリカだったらソルト&ストローの、アイスが大好きです。で見つかんないのこれね、質問をねインスタでくれるときにこうやってって答える前に見てて、こんなの来てるこんなの来てるとか思うんだけど、いざこうやってやるとさ、こうさささっとかやっちゃうじゃん。急いでるから30分しかないから。それでさもう100万回送ってるけど答えてくれなくて草みたいな言ってた子の拾いたいのに見つからないんだけど、どこ待って、金パンツ脱ぎ捨ててんだけど、ちょっともうやだー。金って本当に面白い。はい、嫌なことが重なって落ちた時、ありさちゃんだったらどうしますか？私がそういう時は長引いて 2,3 日だから結構もう何もしたくない、もう嫌だってやって、普通にでも友達との予定とか入れるから、友達と会ってる時とかそういう悩みとか忘れちゃうのね、単細胞なので。でハッピーハッピーってなって家に帰って
またそういえば私って悩んでたんだったみたいになって、でまた友達と次の日会ってハッピーハッピーで治る。だから私のアドバイスはしょうもなさすぎて、でも閉じ込まらずにこう人に会ったり違うことに焦点を向けた方がいいかも。問題から逃げちゃうのが一番早い解決方法っていうか、自分の気持ち的にはねって思います。アリサさんは人からどう思われているか、人からの評価を気にしますか？気にします。気にするけど気にしない。なんかエゴサしないし、昔はしてたけどもうしない。なんかいいことないから本当に。いいこと書いてくれてるとつい調子乗って見ちゃうとドーンって悪いの来てってなるからエゴサしない。人からの評価ね、そのインターネットだけじゃなくて世の中もそうだけど気にするよやっぱ。私ってあと酒打つみたいな、酔っ払いすぎた次の日とか超病む。私って昨日なんて恥ずかしいことをしてしまったんだみたいな超病むけど、結局誰も私のことそんな気にしてないよなっていうことに落ち着くかな。終わっちゃった。あとじゃあ2問ね。自分のことって自分はめっちゃ気にしてるけど、周りが自分のことをこう思ってるっていう、すごいそれって自己中な考え方だと思うの。逆にそんなお前中心で世の中回ってねえよって私は思ってるからだから多分私もきっとなんかやらかしちゃったはずとか思っても、人からしたら別に何とも思ってないんだろうなみたいな風に思うので、そう思ってる私ってなんてナルシストなのかしらぐらいに思っちゃうかもって感じ。あと2問いきます。じゃあ決められない。そうだ、携帯ストラップケースもこれ別売りなんだけどエジュです。あと2個。今のは脳幹。これよく来るんだけどね、ちょっと拾っとこうかな。3年ぶりに彼氏ができました。久しぶりすぎて付き合う感覚を忘れて彼に飽きられないか心配です。アリサちゃんのように長くお付き合いできる秘訣はありますか？私よく長く付き合う秘訣とか言われるんだけど、長く付き合うに関してはあんまり秘訣はなくて、お互いがお互いを好きだったら長く付き合えると思うんだけど、仲良くいる秘訣としてはやっぱ私は愛情表現だと思うな。私はね、でもそれはカップルによって違うよってマイルズにも言われるんだけど、私は好きだよ、大好きだよ、愛してるよって言うし、思った時に言うし、言われるし、やっぱ言われるともっと嫌なことされてると人を嫌いになるのと一緒で、それと違うけど、なんか好き好き好きって言われてると好き好き好きムードにこっちもなるから、好きっていうのはすごいお互いすごい言うようにしてるし、ムカついてても愛してるよとか言われて愛してるよみたいな感じで、魔法の言葉みたいな感じだから、私は愛情表現はすごく大事にしてるかな。やばい、あの子の見つけられなかったね。100万回質問送ってるって言ってくれたことの子、草生えちゃうみたいな。その子を最後拾いたいんだけど、ちょっと待って、質問ないじゃん指さしちゃった。100万回くらい質問してんのに全く採用されなくて、涙通り越して草生えすぎて森取りますキピって来てた。ありがとうスキピ。はい、というわけで拾ってないけど質問してないよ、いいかなということで、今日も、9月のQ&A をやっていきました。次回10月の第3水曜日 Q&A また行いますので、今回、拾えなかった方ごめんなさい。でも見てます、見てはいるの、ただ今拾えなかったので、YouTube のこちらの動画のコメント欄、もしくは、またね、多分10月の1週目ぐらいに、1週目か9末ぐらいに、インスタの方で Q&A の募集をするので、そのストーリーに応募してくれたら嬉しいなと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。じゃあまた次回のビデオでこっちばっか見てるでしょ。お会いしましょう。バイバーイ。